こんばんは、クリミナルです。今回は日本の有名な事件をご紹介します。1997年5月27日早朝、神戸市須磨区の中学校正門に切断された男児の頭部が放置されているのを通行人が発見した。被害者は行方不明となっていた近隣マンションに住む11歳の男児のものと判明。耳まで切り裂かれた被害者の口には、榊原生徒と書かれた犯行声明文が挟まれていた。事件発生から1ヶ月が経過した6月28日、警察は犯人を逮捕した。当時マスコミが報じていた犯人像とは異なり、犯人は14歳の中学生だった。少年 A は1982年7月7日に生まれた。会社員の父親は仕事で不在がちで、主に母親がしつけをしていた。母親は長男の A がしっかりしていれば弟も見習うだろうと思い、A を厳しくしつけていた。A は幼少期から手先が器用で絵を描くのが好きな子だった。性格は怖がりで、他の子供におもちゃを取られても何も言えないような子だった。ただ、兄弟喧嘩の時は完全に勝敗がついていても親が止めるまで執拗に弟を殴り続けていた。このような出来事は1回ではなく頻繁に起きており、A は小さい頃から攻撃的な行動をとることがよくあった。A は親と不仲だったかというと特にそうではなく、母親のことは好いていた。A は母親の笑顔が世界で一番好き、母親と一緒にコメディ映画を見るのが好きだったと話している。そんな A は小学1年生の頃からおかしな行動を取り始めた。ただ声を聞きたいという理由で隣の席の子を殴ったのだ。小学3年生の頃には弟と喧嘩をし、A は父親に殴られた。その際 A は炊事場が見える、団地に帰りたい、とうつろな目をしながらつぶやいた。その後も砂場で上級生と喧嘩したりしていたが、結局叶わず足蹴にされている。喧嘩ばかりしていた A だが、友達がいなかったというわけではなく、小学4年生の頃に自宅で A の誕生日パーティーを開いた時には、友達20人以上がやってきている。そして A にとって大きな事件が起きる。大好きな祖母が入院してしまったのだ。A の祖母は治療を続けていたが、A が小学5年生になった時に亡くなってしまう。続いて祖母の愛犬、サスケも死んでしまう。そして祖母が亡くなった後に A の異常性が徐々に見られるようになる。まず A はナメクジを解剖し始めた。次に猫を殺し、性的興奮を覚えた。小学6年生になった頃には猫を殺すことが常習化し、猫の舌を切り取って集めていた。A は記憶力がとても良く、逮捕された後でも自分が殺した猫の特徴を詳細に覚えていた。例えば猫の目の色や模様である。その後 A は自作の漫画、榊原生徒を描き始め、学校の授業ではカッターナイフの替え刃をたくさん突き刺したオブジェを作り上げた。ちなみに漫画の内容は、榊原生徒が奇怪な形状の斧で殺戮を繰り返すという B 級ホラー映画のような内容。少年 A はこの頃から人を壊してみたいと思うようになっていた。また、動物虐待以外にも万引きを繰り返すようになり、父親が学校に何度も呼ばれている。そして A は事件の被害者である J 君と公園で遊ぶようになる。最初は公園でかくれんぼをするなど仲良く遊んでいたが、突然 A は J 君を殴った。この出来事を振り返った A はこう話している。僕は自分が侵され、溶かされていくような恐怖に陥った。気がつくと気が触れたように J 君を殴っていた。1995年、中学生になった A は卓球部に所属し、友達も5人ほどできた。ただ、卓球のラケットで友達を殴ったり、同級生の女子の靴を燃やしたり、カバンをトイレに隠すなどの問題行動を起こすようになる。また、自転車のタイヤを切り刻み、パンクさせるという行為もしていた。中学2年生になった A は母親に誕生日プレゼントを送った。しかし、問題行動は止んでいたわけではなく、学校では同級生の女子をバイキン呼ばわりしていじめたり、ホラービデオを万引きしたりしていた。また、部屋からはタバコの匂いがしたり、酒の空き瓶が見つかったりした。しまいには自宅からありえないものが発見された。それは、
猫の死体、家庭用の斧、ナイフだ。そしてついに A は最初の事件を起こしてしまう。1997年2月、A は女子2人をつけ回し、ハンマーで殴った。翌月の3月、A は小学生の Y さんに手を洗える場所はないかと言って近づき、金槌で殴った。Y さんは病院に運ばれたが脳挫傷で亡くなってしまった。その後 A は別の少女もすれ違いざまにナイフで刺している。4月、A は自分を魔物だと語っている懲役13年と題した作文を書いた。ちなみにこの懲役13年という作文が後に行われる筆跡鑑定に使用されている。そして1997年5月24日、A は日本を震撼させた事件を起こした。5月24日、自転車に乗って標的を探していた A は偶然 J 君を見かけ、タンク山に亀を見に行こうと誘った。そしてそこで A は J 君を考察し、遺体を隠した。その後 A は何事もなかったかのように友達と遊び、午後6時過ぎに帰宅。J 君の両親は午後8時50分に捜索願いを出した。5月25日、A は J 君の首を切るために自宅を出た。糸のこぎりや黒色のビニール袋を2枚用意し、自転車に乗ってタンク山に向かった。J 君の遺体を黒いビニール袋の上に置き、糸のこぎりで額のあたりを押さえながら首を切った。その後、髪を掴んで首の皮を引っ張り、頭を胴体と引き離した。A は頭部を地面に置き、しばらく正面から鑑賞した。A は、この不可思議な映像は僕が作った、という満足感に浸り、射精した。その後 A は J 君から魂を取り出すためとして、小刀で両目を突き刺し、両方のまぶたを切り裂き、口の方から両耳に向け切り裂いた。さらに記念品を持ち帰ろうと考え、舌を切り取ろうとしたが、死後硬直のためできなかった。すると A はビニール袋に溜まった J 君の血を飲んだ。血を飲んだ理由は、僕の血は汚れているので、純粋な子供の血を飲めば、その汚れた血が清められると思ったからです。幼い子供の命を奪って気持ちいいと感じている自分自身に対する自己嫌悪感の表れなのです。と供述している。その後 A は J 君の頭部を入泉の池に隠した。5月26日、警察は J 君がいなくなったことで行方不明事件として捜査を開始。その頃 A は自分が通っている中学校の正門に J 君の頭部を置くことを思いついた。理由は警察の捜査から自分を遠ざけようとするためである。その中学校に通っている生徒がまさかそんなことはしないだろうと警察に思わせるためだ。A は頭部を隠した場所に行き、J 君の頭部をビニール袋に入れ、それを自転車の前かごに入れて帰宅した。当時家には誰もいなかった。そして J 君の頭部を風呂場できれいに洗い、髪を櫛で溶かしている時に A は射精した。ここで A は J 君の頭部を肛門に置くだけでは物足りないと感じた。そこで A は J 君の口に手紙を加えさせようと考えた。何を書こうかと考えていると、部屋にあった漫画、バラモンの家族が目に留まった。そこで A は漫画の中の文章を引用し、手紙を作成した。さあ、ゲームの始まりです。愚鈍な警察諸君、僕を止めてみたまえ。5月27日未明、A は両親に気づかれないように部屋の窓から外へ出た。そして午前1時頃から午前3時までの間に頭部が入ったカバンを自転車に入れ、学校に向かった。そして学校に着いた A は正門の鉄扉の中央付近に顔を道路側に向けるようにして頭部を置いた。A はポケットから手紙を取り出し、榊原生徒の文字が見えるように J 君の口に加えさせた。A はその光景を作品と呼び、5分ほど眺めていた。その際 A は性器には触れていないのに何度も射精していた。そして A が立ち去った後、通行人が J 君の頭部を発見し、警察に通報したことで、このおぞましい事件が発覚した。
A はタンク山に隠した J 君の胴体部分が早期に発見されたことに驚いたが、マスコミが報じる犯人像と自分がかけ離れていたため捕まらないと思った。ちなみにマスコミが報じていた犯人像は30代から40代くらいのがっちりとした男性。他にも犯人は黒のブルーバードに乗っていた。犯人は地元の人間ではないというものがあった。捕まらないと思った A は調子に乗って神戸新聞社宛てに手紙を書いた。内容はこれまでの報道において榊原を鬼原と誤って読んだことに強く抗議し、再び間違えた場合は報復するというものだった。神戸新聞社に届いた手紙には事件関係者しか知ることができない人の死が見たくてしょうがないと書かれていたため、この声明文はいたずらではなく犯人によるものだと確定した。A が捜査線上に浮上したのは職務質問に対し嘘をついたからである。事件発生後、警察は A に対し職務質問をした。その際 A は J 君と顔見知りであったのに知らないと嘘をついた。さらに A は榊原生徒が書いた挑戦状のすべてを暗記していた。警察は A が怪しいと感じた。さらに警察により手紙の筆跡鑑定が行われた。ただ、筆跡鑑定では類似した筆跡が比較的多く含まれているが、同一人物の筆跡か否か判断することは困難であるとされたため、逮捕状は請求できなかった。6月28日、警察は朝から A に任意同行を求め事情を聞いた。すると A は声を上げて泣き出し、自供した。同日午後7時55分、警察は少年 A を逮捕した。7月25日、A は神戸家裁から神戸少年鑑別所に移送され、精神鑑定が実施された。その後 A は医療少年院に移送され、そこで治療が進められた。医療少年院に入ったばかりの A は誰とも打ち解けず、猜疑的で挑戦的であった。また、両親との面会はすべて拒否していた。A に施された治療は主に家族関係、特に母親との関係を見つめ直すことに重点が置かれた。少年院内で疑似家族を作り、そこで対人関係や A の歪んだ考えを矯正する治療が進められた。それから3年後、治療の甲斐あって A の性的サディズムは改善し、両親との面会にも応じるようになった。そして事件から7年が経過した2004年3月10日、A は約6年半に及んだ少年院生活を終え、社会に出た。A は退院後、およそ1ヶ月間の東京でのホテル暮らしを経て、更生保護施設に入所。その後派遣会社に登録し、最初に紹介された仕事がオフィスでの荷物運びだった。他にもビル清掃や廃品回収などの仕事をした。2004年5月中旬、A は東京を離れ、徳歯科の Y さんの家に移った。そこではプレス工として働き始め、保護観察期間が終わると Y さんの家を出て職場近くのアパートを借り、一人暮らしを始めた。A は食には興味がなく、カップラーメンと冷凍食品のみの食生活。休日はジョギングや図書館に通った。その後アパートを出た彼はカプセルホテルに泊まり込む生活をしばらく続けた後、2005年の冬に寮付きの建設会社で契約社員として働き始める。しかし、2009年6月、リーマンショックの余波を受けて A は解雇されてしまった。その後 A は日雇い労働を転々としながら生活し、2009年9月に溶接工の仕事に就いた。ここでの仕事は安定しており、A には後輩もできたが、過去に許されない罪を犯した自分が他人に受け入れられていいのかと思うようになり、2012年冬に A は辞表を提出した。その後の A は仕事もせずに執筆に励んだ。そうして出版された本が絶歌である。その後の A の所在は不明。ちなみに A は社会に出た後は両親と会っていない。彼は現在も素性を隠してどこかで生きている。小さい頃から攻撃的な行動をとることがあった A。弟と喧嘩をして弟が泣いて負けを認めても A は攻撃の手を緩めることはありませんでした。
A は性的サディズムや養育環境の問題以前に生来的に攻撃衝動を内在して生まれてきた可能性も考えられます。A は学童期の頃からサイコパス傾向にあり、生来的なサイコパスであったと考えられています。また、大好きだった祖母の死も大きく影響していると思います。身内や最愛の人が亡くなると人は皆ショックを受けます。ただ、時間をかけて徐々に立ち直り回復していきます。この少年 A も大きなショックを受け、しばらく祖母の死を受け入れることができませんでした。そして A は祖母の死を受け入れ回復するのではなく、死と生を結びつけてしまいました。A は祖母の位牌の前で祖母のことを思いながら生痛を経験したと語っています。祖母の死と生を結びつけてしまった A は死に強く興味を抱き、やがて事件を起こしてしまったのです。A に指摘された問題は3つ。それは、性的サディズム、行為障害、愛着障害です。性的サディズムは、性的興奮やオルガスムを刺激する目的で、相手に身体的、または心理的な苦痛を与えるもの。行為障害は、反復し持続する攻撃的、反社会的行動パターンを取るもの。人や動物への攻撃や放火や破壊行動、窃盗、人を騙すなどの行動を取るもの。愛着障害は、養育者との愛着が何らかの理由で形成されず、子供の情緒や対人関係に問題が生じるもの。これらの症状がどの時期に現れ始めたのかは不明ですが、少なくとも小学6年生の頃には、その傾向は現れていたと思います。A は祖母が亡くなった後の小学6年生の時、カッターナイフの替え刃を突き刺したオブジェを作りました。この頃すでに A には殺人衝動や破壊衝動が芽生えていたと思われます。この時期に A に治療を施していれば事件は起きなかったのかもしれません。今現在、この少年 A と同じような行動をとっている子供がいるならば、直ちに治療を受けさせるべきだと私は思います。そのまま放置しておくと何か問題行動を起こしてしまうかもしれません。A は医療少年院に移送され、長年の治療を受けた後に出所しました。ただ、A が出所後に作った作品や解説したホームページを見ると、彼がまだグロテスクなものに興味を示していることが感じ取れます。しかし現在は治療のおかげで症状は出ていないと思われます。今後 A が問題を起こさないことを願うばかりです。最後に亡くなられた J 君と Y ちゃんのご冥福をお祈りいたします。